はいどうも、まさしみゆチャンネルです。今回はですね、なんとアップデートやってきました。イエーイというわけでね、アップデートの内容を僕なりにですね、説明しようかなと思うんですけれども、とりあえずね、まずは、アップデート内容自体はこんな感じになってます。ドン。はい、この新機能っていうところだけ見ます。あとはね、不具合の修正とかなんで、この新機能なんですけれど、注目していただきたいのはですね、この小道具共有機能っていうのが備わったんですよ。で、皆さん、共有機能っていうことは、もしかしてこれオンライン機能が備わったんじゃねって思う人たくさんいると思うんですけど、とりあえず、ゆっくり紹介していくんで動画見てください。本日のお相手はですね、山本先輩です。いや、前も山本先輩使っちゃったかな俺。いやでも今日はね、もうハグしてるね時間なんてもったいないんでと思ったんですけど、やっぱりちゃんとハグしときます。はい、というわけでアップデートの内容を紹介していくんですけれど、今回の機能はね、今まででね一番すごい、本当に一番すごいです。まずはキャラ編集の小道具のところ開いてください。で、アップデートの内容自体は実はそんなに多くないです。というかもうほぼほぼ1個と言っても過言ではない。このここ共有ダウンロードか共有アップロードっていうところがね追加されてるんですけど、これ何かっていうと、もうめちゃめちゃ簡単に言うと、他の人が作った小道具系、つまり建物とかお家とかそういうオブジェクト系がなんと他の人も見れるようになりました。イエーイ、すごい。で口で説明するよりね、見た方が早いと思うんで、じゃあ早速押していきましょう。この注目リストっていうのを押します。はい、この注目リストっていうのを押すとですね、今ここに、新着、古い順、人気とかね、こうやって出てるんですけれども、ここにだからアップロードしてる人が4人いるのかな。それでじゃあこの一番上のプール付きの家っていうのを、一回ダウンロード押してみましょう。ポチ。はい、これダウンロード押したと。ダウンロード押したらですね、この下になんか矢印がね出てくるんですよ。これ何かっていうと、今ダウンロードした、建物の場所を記してくれるんですよね。そうです。なんでかっていうと、これはあくまでも誰かが作ったやつだから、このねワープのところ、場所移動とかにはねもちろんないです。なのでどこに、そのお家があるのかなっていう時に、この位置表示っていうのを押すとこう矢印が出てくるんで、この矢印の方向にじゃあ、飛んでいきましょうちょっと遠いかもしんない。ちょっと位置がねさすがに分かんないんで、もうこれはもう矢印頼りなんですけど、今ちょっと和牛レストランの近くまで来たんですけど、どうやらねレーダーで見てもここになんかあるみたいですね。矢印の方向も、そこを示してるんで、あ、これかな。お、これだ。おお、なんかすごい、めっちゃよくできてんなこの建物。これも他の人がね僕らと同じようにプレイヤーの人が作ったお家ってことですね。完成度高っ、すごいな。これプールか。すごい。ちょっとこのお家もね見たいんですけれど、とりあえずアップデートの内容で言ったらこういうことです。だからこの注目リストっていうところを押して、なんかこう見に行きたいお家とかを選んで、このダウンロードとか、押せば今みたいな感じで矢印が出て、そのお家を見に行くことができます。あとね、このお家実はね編集もできちゃうんですよ。そうなんです。だから他の人が作ったお家を自分なりにアレンジもできちゃうんよ。だからこうやってね、もう消していけばもうどんどん物が減ってってね、もうあたかもなんか自分で作ったかのような感じにも見せることができちゃうんですけれど、いやすごいよねこの機能。あとね、ここにセーブロードとかね、これ毎回あるんですけど、ここに矢印あるじゃないですか。ここ押せばね他のスロットに移動できんのよ。ほら。でこのスロットでどこまであるかっていうと、これね100個までありますめちゃくちゃ多い。だから結構な数の建物が作れるようになった。ただ1個のスロットに対していくらだったっけな。俺もそこまでちょっとね建物作ってないか分かんないです。300ぐらいなのかな。でも制限はあるので小分けしてね作った方がいいかなと思うんですけど、それでもねこんなにあるからもう大体のもん作れるんじゃないかな。そうだから例えばほら今出したこのプール付きのお家
家、誰かが作ったプール付きのお家にさらに俺が作った建物の、オブジェクトのセーブデータをロードしようとしたら、ほら置いた小道具を全部、消しますか、制限を超えるため、追加ロードは不可って書いてるんで、まあだから1個のスロット数に対して、その無限大じゃないんで、結構ねこのぐらいの、だから規模の、建物を作ったら、まあ結構もうパンパンかなって感じなのかな、1個のスロット数に関しては。はい、次もねアップデートで追加されたものなんですけれど、このタッチっていう機能が、つきました。このタッチっていう機能何かっていうとですね、とりあえず今、タッチ押してみますね。ピッと。はい。でタッチをしたら当たり判定がないものは選択できません。ライト、カーテン、シャワー、エフェクトなどって出てるんですけど、これどういうことかっていうと、とりあえず試しにですね布団出してみます。はい。で布団を出すと、まあみんなね今までどうやってこの布団を移動させてたかっていうと、こういろいろあるけど、今出した布団ってこの一番下のやつじゃないですか。ほらこの、布団を選んで、まあこうやって位置調整でこうやって移動させたりしてたと思うんですけれども、ここでわざわざ選ばなくても、このタッチっていう機能を押しとけば、この布団をタッチすればもうそれが選択されてるっていうことになるんですよね。じゃあ例えばこの3つ布団が並んでましたと、真ん中のやつを動かしたいなっていう時に、もう真ん中のやつをこのままタップしちゃえばいい。ほらタップしちゃったらもう選択されてるから、じゃあこうやってあとはもういつも通りこうやって位置調整とかで、移動させたり拡大させたりできるっていうことです。でタッチもなんですけど、もう一個この複数っていうのもね追加されました。まあこれ何かっていうと、複数押すとですね、まあ単純にこんな感じで、ほら3つ一緒に選べちゃう3つっていうか複数ね、複数一緒に選べちゃいます。で一緒にこうやって一気に、移動させたりできます。てかねマジでさ、みんなクオリティ高すぎやろ。すごくない？これとかもやば。ちょっとねこの機能が備わったからさ、なんか今度いろんななんかすごいお家紹介とかもしてみたいなと思うな。いやすごいよこれ、見てみんな。これだっていつものあれやで、公園やでここもう公園とは思えない。あすごい、ここにお手洗いまでちゃんとある。すごっ。中もやっぱ作り込んでんのかな。あすごい。あれちょっと待って、あれでも便器がないぞ。でもまあいや、でももう関係なくすごいよねほんと。まあね、俺が撮影この今している間にね、続々とちょっといろんな人がねこうやって、アップロードしてるんですけど、結構ね多分海外の人多いと思います。このゲームね海外にも人気なんで、なのでねまあこの辺の紹介とかはねまあ俺がやらなくてもみんなもねこのアップデートをしたら、自由に見に行けますので、ぜひねいろんな人の、建物を見に行ってみてください。じゃあちょっとせっかくなんで、ちょっと俺のこのしょぼい建物を一回ちょっと試しにアップロードしてみるわ。じゃあちょっと俺これさアンドロイドなんで、俺いつもねタブショーとかニトレとかはね iPhone の方でね作ってるんで、そっちはちょっとお見せできないんですけれど、でまあタイトルは楽屋ですね。ここ一応楽屋として僕作ってたんで、で他のユーザーによる編集投稿化、まあ OK にしときましょう。で注目リストに登録か、開発者が不定期で確認しすごいと思ったものを登録します。やばい、全然すごくないけど一応押しときます。もう全然すごくないけど。でね、なんかここいろいろ注意事項書いてるんですけれど、ここちょっと注目していただきたいですね。この他のユーザーによる動画投稿サイトでの利用を許可してくださいって書いてるんですけど、まあこれつまり俺みたいになんか YouTube、やってたりして、なんか YouTube で、これね、他の人のお家とかを紹介したりとか、まああとねSNS とかでね、まあみんなも画像を貼ったりとか動画載せたりする人もいると思うんですけど、そういうのももう勝手に使っていいですよっていうのを、踏まえた上でアップロードしてくださいってことなんで、何私のお家勝手に見てんのよとか、そういう人はもう絶対アップしちゃダメってことです。はい、それで、今送りました。でですねこのなんか小道具 ID っていうのが発行されるらしい。
なんかこの小道具 ID を打ち込むともう俺の今この作ったやつがパッと出てきます。なので、もしね、これちょっと、まさしみの、作ってたこの楽屋見てみたいなっていう人がいたらぜひこれ打ち込んで、さっき載せてた小道具 ID をここに打ち込んでみてください。そしたら、こいつが出てくると思いますので、いやでも本当に期待しないで、これはしかももう全然使ってないやつやしこれ。はい、というわけで今回はね、このアップデートの紹介という形の動画でした。それですね、ちょっとこの機能が備わって僕もね多分いろいろやってくることもね増えるかなと思ったんで、なんと満を持してですね、ついにまさしみのTwitter アカウントを作りました。イエーイ。こっちのまさしみの方のねツイッターにはですね、例えば、さっきみたいに皆さんがねなんか作った建物とかをなんか俺になんかこう見てもらいたいなとか、もしくはなんかアフレコとかで使ってもらいたいなっていうなんかお手伝いしてくれる人とかがもしいたらぜひぜひツイッターの方にも、送っていただいて構いません。あといつも通りねコミュニティ欄とかにももちろん、書いてもらっても OK です。ただねなんか YouTube とかだったらほらやっぱ不特定多数のいろんな人がね多分見たりすると思うので、ちょっとそういうの嫌だなっていう人はぜひ僕の、Twitter の方とかに、送ってください。下の概要欄とあとコメントの固定とかしとくんで、よかったらそっから辿ってみてください。よろしく。さあついに始まったプチオンライン機能、果たしてねどういう感じになっていくか楽しみですね。本当でもみんなのねなんか作ったやつとかも俺も見てみたいなと思うので楽しみにしてます。それじゃあ皆さん次の動画でまたお会いいたしましょう。バイバーイ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。